おうちで読もう百人一首。今日の一首は35番の歌。人はいさ、心も知らずふるさとは、花ぞ昔のかに匂いける。作者の紀野貫之さんにお話を伺いましょう。ビールといえば枝豆、観音といえば初瀬、和歌といえば貫之。和歌のベストコレクション「古今和歌集」を編纂した私紀野貫之です。寛平の御時記載の宮歌合わせで和歌デビューして早30年。和歌の重鎮なんだからもう少しどっしりしなさいってよく言われるんですけど、ひらがなのように生きるというのが私のポリシー。こう柔らかく美しく、そうでない人はそれなりに、そして軽やかに生きたい。そんなわけでおうちで飲もう百人一首。今日の一杯は一杯でもどぶろく。つまみは干し鮎です。昨日土佐から届きました。私ずっと朝廷の事務部門で働いておりまして、今日も朝の7時に出勤して昼過ぎまで働いて家に帰ってきました。お役所の文章はカクカクしていてね。例えば生産性向上環境整備計画構築移管、失念移管陳謝、倉庫を使いやすくしたいって言ってたけどどんな感じ？ごめん忘れてたっていう意味なんだけど、シンプルをコンセプトに整備スキームをビルドアップみたいで、漢字もカタカナもなんか心が通わないんだよね。もともと外国語だからね。ひらがなで言えばいいのに。古今和歌集、いい名前でしょう。昔と今を集めて未来に伝える和歌の集。監視に押されてうずもれていた和歌を集め、光を当てたのが私たち。古今和歌集を作るようお命じになった醍醐天皇が、選者の我々の歌も入れなさいとおっしゃったので、私自分の歌を99首入れちゃいました。その中の一首初瀬の和歌が百人一首に取られています。私ね、若い頃からよく初瀬の観音にはお参りしてたんです。都から日帰りは無理なので必ず近くで宿を取ります。なじみの宿があってね、庭先に梅の古木があって懐かしいな。ある時久しぶりに初瀬を詣でたら、宿を探すのに手間取ってしまって、私もうっかりだよね。それを宿の女将に言っちゃった。あら貫之様、この宿はずっと変わらずここにありますけど。さて問題です。こんな時どんな和歌を読んだらいいでしょう。1番、お上の美貌をたたえて機嫌を取る和歌。2番、君の心は変わっちゃったねと拗ねてみせる和歌。3番、宿の運転資金を融資したいと申し出る和歌。正解は全部。皆さんが思うように読めばいいんです。それが和歌。私はこう読みました。人はいさ、
心も知らずふるさとは、花ぞ昔のかに匂いける。君の心はどうだろう。僕にはわからない。通い慣れたこの宿の梅の木は、昔と変わらずいい香りで咲いているよ。もうこんな時間。やっとな。こんばんは。犬の国午後7時の平安ニュースです。はじめに、今日一条通りで牛車の新車発表が行われました。早速試乗した人にお聞きしますと、乗り心地最高とのことです。試乗会は明日も行われます。続いて、延長元年923年の今年、都ではしわぶきやみ、咳の病の流行が収まりません。亡くなる人も多く、朝廷では対策に追われています。3年前の最初の大流行の時には、相撲の設営が取りやめになりました。今年は高僧を宮中に集めて3日連続で臨時の見度胸をしましたが、流行が収まる気配はありません。朝廷では国をまたいでの不要不急の外出を控えるよう都の人々に呼びかけています。平安ニュースをお伝えしました。これじゃあ初瀬にもしばらく行けないな。そうだ。こんな時こそ和歌といえば貫之の出番。和歌の力で疫病退散。大和歌は人の心を種としてよろずのことの葉とぞんなれりける。力をも入れずして雨土をも動かし、目に見えぬ鬼神をも哀れと思わせ、男女の仲をも和らげ、竹き者の負の心をも慰むるは歌なり。それでは皆さんも、人はいさ、心も知らずを現代に応用してみましょう。ねえあなた、このワンピース素敵。お値段はと。夫はいさ、値段も知らず。これいただくわ。それではごきげんよう。